どうも皆さんこんにちは。ちょっとマクロ撮影がしたいなと思って最近マクロレンズ買ったんですよ。中古なんですけどね、それがこちらです。タムロン 90mm F2.8 です。タムロン 90mm といえば昔から定評のあるレンズですので、とりあえずこれを選んでおけば間違いないだろうと思いました。で、これはニコン用のレンズです。どうして今更この古いレンズを買ったのかっていうと、第一の理由は私の動機です。ちょっとマクロ撮影やってみたいなっていう程度の軽い好奇心だったので、今後も頻繁にマクロレンズ使うかどうかわからないし、新しいレンズはいらないなっていうふうに思いました。それから2つ目の理由、マクロ撮影ってほとんどの方はそうだと思うんですけど、マニュアルフォーカスで撮影することがほとんどですよね。というわけでオートフォーカスがなくても問題ないなって思いました。で、もう一つ3つ目の理由が、私ソニー α7 III、富士フィルム XT3、それからニコン Z50、3機種持っているんですけど、アダプターを使えばこの1つのレンズをこの3つのカメラで使うことができます。で、このレンズはニコン用なんですけど、その3台のカメラに接続するにはそれぞれに対応したマウントアダプターが必要です。ということで今回用意したのがこちらの3種類です。製品リンクは動画説明欄に載せておきます。こちらすべて K&F コンセプトの製品です。マウントアダプターで検索したことがある人ならもうみんな知っているメーカーだと思います。中国のメーカーなんですけど、ここのマウントアダプターはお値段控えめなのに品質がしっかりしていて安心感があるっていうのが特徴です。素材も金属でどっしりとした重量もあって、カメラやレンズに装着した時もガタつきとか不安定な感じとかそういうのが全くないです。どちらかというと接続する時のスクリュー部分の滑りが重たく感じるぐらいがっちりはまっている感があります。で、さっきも言ったんですけど、このレンズニコン用です。で、ここでねちょっと注意したいのが、ニコンのレンズって種類がいろいろあって、このレンズの場合はレンズ本体にアパチャーリングがついてないです。ということで、つなげるレンズアダプターにはアパチャーリングの代わりになるものがついている必要があります。ちなみに今までアパチャーリングがついているレンズを使ったことがないっていう方、アパチャーリングって何っていうこともあり得ると思うので、ちょっとこちらご覧ください。これは富士フィルムのレンズなんですけど、アパチャーリングってこういうものです。F 値を操作するリングです。ということで今回用意したマウントアダプターすべてにこのアパチャーリングがついています。で、このアパチャーリング回すとカチカチっていうクリック感があるんですけど、カメラモニターに F 値の表示は出ないので、そのクリック感ごとに正確に一段ずつ絞られているのかどうかっていうのはわからないです。ニコン、レンズ、ソニー、カメラ、アダプターとかのワードでウェブ検索をすると、このねアパチャーリングがついていないアダプターがトップに出てきたりするんですよ。間違ってそっちを買ってしまうと結局使えないっていうことになっちゃったりしますので、ここ注意してください。それからこれ一つだけ見た目が違うんですけど、このオレンジ色の輪っかがついているのが最近デザインチェンジされた新しいものです。こちらはまだリニューアルされていないタイプのものです。見た目が違うだけで使い方は全く一緒です。こちらのリニューアルされたデザインの方が今っぽいですね。このオレンジの輪っかは特にソニー α7 と違和感なくマッチします。メーカー違いのカメラを複数所持している場合はこうやってアダプターさえ揃えておけば一つのレンズをメーカーが違うカメラに接続できるので、なんだか得した気分です。ただこれらはマニュアルアダプターなので AF は使えないです。それでは接続してマクロ撮影やっていきます。まずはソニー α7 III と組み合わせていきます。今回はベーシックに花撮影に挑戦です。大体の構図を決めてピントを合わせます。ミラーレスカメラはモニター映像を拡大してピントを合わせることができるので、マニュアルフォーカスが本当やりやすいですね。マクロ撮影ってピントの位置次第で雰囲気がすっかり変わってしまうので、ピントの位置選択が難しいです。今回は被写体が花なので、もう少しソフトな印象に撮りたいと思います。ブラックミストフィルターを使ってみます。ブラックミストフィルターってこういうフィルターなんですけど、これについては次回の動画でレビューをする予定ですので、よかったらまた見てください。チャンネル登録もお願いします。じゃあ撮ってみましょう。フィルターのソフト効果出てますね。このままブラックミストフィルターを使ったまま撮影していきます。
では次、富士フィルム X-T3 につなぎます。つなぐとこんな感じの見た目です。これフルサイズ用のレンズを APS-C センサーカメラにつなげるっていうことになるので 35mm 換算で約 135mm 相当ということになります。なのでさっきのフルサイズの α7-3 とは映り方が変わります。引き続きブラックミストフィルターも使っていきます。マクロはやっぱりこういう中望遠系が使いやすいですね。私カメラを始めたばっかりの頃に無知識で 60mm マクロ買っちゃったんですよ。でいざ使ってみてから 60mm マクロは花マクロ撮影には向かないっていうことが分かって、その後も 60mm マクロの特性を生かした撮影ってどういうものなのか分からなくて、結局ほとんど使うことなく手放すことになってもったいないことをしちゃいました。それに比べると本当中望遠マクロ使いやすいです。では次、ニコン Z50 に接続します。外観こんな感じです。これも APS-C カメラなので換算 135mm ぐらいです。今回はカメラもニコン、レンズもニコン用ではあるんですけど、マウントタイプが違うのでこういったアダプターが必要になります。こんな感じでマウントアダプターを使うと一つのレンズをいろんなメーカーのカメラで使い回すことができて、なんかちょっと得した気分になりました。私も普段の撮影ではマニュアルフォーカスあんまり使いたい方ではないので、全てのレンズでこういったマニュアルアダプターの使用をお勧めするわけではないんですけど、マクロ撮影はねちょっと例外です。マクロ撮影の時は AF がついているレンズでもマニュアルフォーカスを使って撮影することがほとんどですし、こうやってアダプターとつないで好きなレンズを使うっていう選択も大いにありだと思います。今回使った K&F コンセプトのマニュアルアダプター、すごくたくさん種類が揃っています。古いレンズを今のミラーレスカメラと合わせて使いたいっていう方、合うアダプターが必ず見つかると思いますので、ぜひ見てみてください。で、撮影の時に使用したブラックミストフィルターなんですけど、これも K&F コンセプトさんが最近発売した新作のフィルターです。次の動画でレビューしたいなと思っているので、ぜひまた楽しみにしていてください。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方はぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。